こんにちは。ミルです。今日は日本人の朝ごはんというテーマでお話をします。皆さんは朝ごはん食べますか？私はね、朝お腹が空いて起きるので、しっかり食べます。腹が減っては戦はできぬとね、お腹と日本語という動画で紹介しましたが、それです。しっかり食べないとね、なんか一日が始まらない気がして、必ず朝ごはんは食べます。では、まず私が子供の頃の家族の朝ごはんの話をしたいと思います。祖父の朝ごはんはとってもね、豪華でした。まずはご飯とお味噌汁。お味噌もね、地域によって全然味が違うので面白いですよね。うちは合わせ味噌でした。赤茶っぽくて少し塩辛いお味噌と甘めの白味噌を混ぜたお味噌。違う種類のお味噌を混ぜたお味噌を合わせ味噌って言うんですね。そう、合わせ味噌を使ったお味噌汁と、そしてね、周りに豆皿という10センチ以下の小さな小皿をね、たくさん用意して、そこにいろいろな朝ごはん用のおかずをちょっとずつ盛り付けて食べていました。例えば、青菜を茹でたものとか、昆布の佃煮とか、塩辛、筋子。筋子ね、すごい美味しいんですよ。魚の卵の塩漬けなんですね。はい。スーパーでも買えるので、ぜひぜひ食べてみてください。あとは、お魚とか、煮物とか、とにかくね、いろいろなおかずと一緒に時間をかけて朝ごはんを楽しんでいました。で、父と私はご飯とお味噌汁が基本。で、ご飯のおかずは納豆と海苔とか筋子だけとかね、そんな感じでした。時間がないときはお味噌汁ご飯といってね、ご飯にお味噌汁をかけて食べていました。あんまりね、消化に良くないんですが、子供の頃はすごく好きでした。母は当時ね、立ちながらパンをかじっていた気がします。母は専業主婦で、私たちよりも早く起きて朝ごはんの準備をしてくれていたんですね。学校とか仕事に送り出すまでっていうのはすごく忙しくてね、バタバタしているので、なんかね、いつも立っている印象でした。はい、本当にね、ありがたいですね。で、大人になった今はというと、私はやっぱりご飯とお味噌汁が大好きです。これが基本ですね。納豆とか、筋子とか、海苔とか、あとはね、卵かけご飯もしますね。はい。祖父のようにたくさんの豆皿に少しずつおかずを盛り付けて食べるっていうのは、休みの日ぐらいしかできないですよね。平日はなるべく洗い物を増やさないようにとかね、考えてしまって、お茶碗にご飯をよそって、納豆と梅干しと海苔をね、全部乗っけちゃったりします。で、母は今でもパンだそうです。はい。分厚い食パンをトーストして、そこにたっぷりのバターを塗って食べるのが好きだそうです。毎日バターたっぷりの分厚いトースト1枚とコーヒーだって言ってました。コーヒーはね、母はいつもブラックです。お砂糖も牛乳も入れないコーヒーですね。これをブラックと言います。私もね、たまにパン食べたいなっていう日があるんですが、やっぱりなんというかパンってすぐお腹空いちゃうんですよね。こういうのね、腹持ちが良くないって言います。なので私にとってパンはおやつです。そう。朝ごはんにパンっていうのはね、あんまり食べないですね。でももしパンを食べるときは、バターをたっぷり塗るとか、あとはチーズを乗せるとかね、フレンチトーストにするとかします。朝はね、さっきも言ったようにお腹がすごく空いているんですね。なので、がっつりと腹持ちのいいご飯を食べています。はい。友達の朝ごはんはコンビニが多いって言っていました。もうね、朝は時間との戦いっていう側面もありますよね。コンビニのおにぎりかサンドイッチ、そしてね、コーヒー。で、それらを会社のデスクで食べるそうです。そういう人も多いですよね。
でもね、会社で朝ごはんを食べてはいけませんっていうところもあるんですよね。なので、そういう人は家で食べるとか、通勤中に歩きながらパンとかおにぎりを食べるとかね。あとは喫茶店なんかによって朝ごはんを食べるんじゃないかなと思います。皆さんはどうですか？朝ごはんどうしてますか？最近は朝からラーメン屋さんが開いていたりしますよね。朝ラーメン。これはね、夜の仕事をしている人が仕事明けに来ているかもしれないですし、朝までお酒を飲んでいた人が締めのラーメンを食べているかもね、しれないですし、ちょっとわからないんですが、昼の仕事の人も朝からラーメン楽しんでいるかもしれないですね。いろんな朝ごはんがあります。あとは、名古屋のモーニング文化も有名ですよね。コーヒーを頼むと朝食がついてくるというものです。喫茶店でコーヒーとかね、そういうドリンク、飲み物を注文すると、トースト、ゆで卵、バターがついてくる。で、これはね、もう決まっている、なんかね、基本なんですって。で、お店によってサラダがついてきたり、あんこがついてくるんですって。これね、すごく流行ったんですよね。流行ったのか話題になったのか。なんだっけ、あんバタートースト。あんことバター。トーストにね、あんことバターをつけて食べる。はい。名古屋では朝喫茶店に行くのが日常の一部だそうですね。面白い。では、旅行の時はどうですか？旅行、旅館やホテルでは朝食付きのプランが多いですよね。和定食、洋定食のどちらかを選べたり、ビュッフェ、バイキングやね、食べ放題とも言うんですが、そういうのもありますよね。和食バイキング、洋食バイキングって分かれているところもありますし、和洋折衷バイキングなんて言ってね、和食も洋食もどちらも混ざっているバイキングもあります。皆さんはこういう時、いろいろ食べますか？私はね、いつも和食ですね。和食って地味ですよね、色が。なんかね、茶色が多いとかね。はい。で、それに比べて洋食って色が明るい。だからね、一瞬ね、洋食に惹かれるんですよ。わあ、綺麗だなーって。でもね、やっぱり和食が好きで和食を選んでしまいます。で、ホテルや旅館の朝食の楽しみっていうのは、その土地ならではの食材やね、味が楽しめることですよね。それがすごく楽しい。お味噌汁の味もね、違うんですよね。最初にちょっとお味噌の話をしたんですが、地域によってね、作られるお味噌って違うんですよね。関西の方に行くと、麹の割合が多くて甘い。色はね、白っぽい。そう、米味噌が多いですね。関東は赤茶色の米味噌。で、東北もね、米味噌だと思うんですが、塩辛くなります。で、九州に行くとね、麦味噌が主流のようですね。はい。なので、お味噌汁も地域によって全然味が違うんですね。なんかそういう違いを楽しむのもすごく好きです。はい。ということで、今日は日本の朝ごはんのお話をしました。皆さんはどんな朝ごはん食べてますか？じゃあ、バイバイ。